危険が詰まった空港。奇跡の空港と言われ、滑走路の長さは一般的な空港のわずか4分の1。滑走路の手前は底が見えないほど深い谷底の崖。着陸のやり直しが物理的に不可能な地形。そう、世界で最も危険な空港として知られているここは、ネパールのヒマラヤ山脈のど真ん中に実在するルクラ空港です。エベレストを目指す登山家、そしてトレッキングを楽しむ世界中の旅行者が利用するこの空港。本日はなぜこんな危険な要素が揃った場所に空港ができたのか、徹底的に深掘りしたいと思います。そんな空港に行くことはない。そう思われた方、日本ではない世界の過酷な自然環境に作られたこの空港の正体を知ってみると、航空業界の凄さがわかるかもしれません。では本日もよろしくお願いします。ではまずなぜこの空港が世界一危険と言われるのか。その最大の理由は、パイロットにとって命綱ともいえる逃げ道、つまりゴーアラウンドを行うことが一切できない環境にあることなんです。ネパールのヒマラヤ山脈、標高2845メートルに位置するこのルクラ空港では、着陸のやり直しが物理的に不可能なんです。滑走路の奥には巨大な山の壁が立ちはだかり、ゴーアラウンドするスペースなどはありません。つまり、絶対に一発で着陸を成功させるか、山に激突するかという究極の条件なんですね。常に危険と隣り合わせの環境でアプローチしなければならないんです。ゴーアラウンドができないなんて、空港として許可されているのなんてね、思いますよね。実はこの絶対にやり直しが効かないという致命的な条件をカバーするために、この滑走路にはある驚異的な仕掛けが施されているんです。ではこの驚異的な滑走路とは、ズバリ斜めになっている滑走路。一般的なジェット機が離着陸に2000メートル以上を必要とするのに対し、この空港の滑走路はわずか527メートルしかありません。普通に考えれば止まりきれずに奥の山に激突してしまいます。しかしこの滑走路には 11.7% というスキー場も顔負けの急な上り坂、アップスロープが付けられているんです。機体が設置した瞬間、この急な上り坂による強力な重力が強烈なブレーキとして働きます。たった527メートルの短い距離でもピタッと安全に止まることができるように計算されているんです。逆に離陸するときは、この坂が下り坂になるために重力を利用して短い距離で一気に加速できます。地形の制約を見事に逆手に取った、まさに究極の設計なんですね。次にパイロットをさらに苦しめる理由がもう一つあります。それが大自然の罠、薄い空気です。この立地は日本で例えると、富士山の7合目にあたる標高2845メートルになります。空気が薄いと機体を持ち上げる揚力が得にくくなるため、飛行機が空中に浮き続けるためには平地よりも約 15% も速い猛スピードで滑走路に突っ込んでいくことになります。通常の4分の1しかない極小の滑走路、そこに通常よりも 15% も速いスピードで突っ込む。さらに
やり直しは絶対に許されない。これが世界一危険と言われる本当の理由なんです。では、こんな危険と言われる空港をどんな飛行機が利用するんでしょうか。こんな過酷な環境なら飛んでくる飛行機はそんなに多くはないだろうと思うかもしれません。しかし、春や秋のトレッキングのピークシーズンには、この小さな空港になんと1日50便以上もフライトが殺到すると言われています。通常のジェット旅客機では、この極小滑走路には到底太刀打ちできません。ここを飛ぶことができるのはエストール機と呼ばれる短距離で離着陸に特化した特殊な小型プロペラ機だけなんですね。代表的な機体としてはツインオッターやドルニエ228といった名機たちが活躍しています。これらの飛行機は強力なエンジンと特殊な翼の構造を持っており、極端に短い滑走路や急勾配の地形でも力強く安全に飛び立てるように設計されているんです。ヒマラヤの山の天候は朝の数時間しか安定していないため、視界がクリアな短い時間帯を狙って怒涛のピストン輸送を行っているんです。世界一危険な環境でありながら、この空港はネパールの観光と生活を支える超大動脈というわけですね。そしてどうしても触れておかなければならないのが航空事故が何度も起きているという事実です。悪天候と過酷な地形が複合的に作用して大きな事故が起きているんです。天候の急変による墜落、離陸時に滑走路を外れての衝突、1年に平均して数件の事故が起こるとも言われ、その危険性は決して大げさな話ではありません。この空港が背負う重い現実でもあるかもしれません。さて、いかがだったでしょうか。この空港が機能していることは、日本の常識から少し想像しにくいかもしれません。やり直しが効かない地形、そして薄い空気という大自然の猛威。単なる危険な空港ではなく、航空力学の知恵と人間の技術が融合した奇跡の空港であることがお分かりいただけたかと思います。今後も皆さんに知ってもらいたい空港の秘密やパイロットの目線での航空情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。では本日はどうもありがとうございました。